見えるかもしれません。左手側ございませんでしたので、一度も前で今撮ってますが、9南京湯葉。中は揺れますので、必ずこのドリンクホルダーをお入れいただくようお願いいたします。写真にお願いいたします。出発いたします。ご注文追加とございましたら、そちらのスタッフまでお声掛けいただければと思います。また、お手洗いは、1階入り口前に小さいのがございますが、この後、清水にて多少の休憩時間を設けておりますので、清水でしたらちょっと広めの綺麗なおトイレご利用いただくことができます。最初にちょっと見どころがございまして、まず皆様にご覧いただきたいのはですね、京都観光の玄関口、東寺の五重塔でございます。五重塔に向かってバスを走らせております。楽しみにしておいてください。高さは55メートルございます。現存する五重塔では一番高い塔ですね。さあ、見えてまいりました。五重塔でございます。今ね、まさに左手に五重塔がドーンとそびえております。現在、この五重塔ね、5代目でございます。西本願寺と東本願寺2つあるんですけれども、なんですけれども、拝観料が無料となっておりますね。めちゃめちゃでっかいイチョウの木がございます。京都の天然記念物のイチョウの木、ちょっとね、外からだと見えにくいかなと思うんですけれども、逆さイチョウと呼ばれます。もう根っこひっくり返したみたいな。今見えるかもしれません。左手側、この逆さイチョウ、ちょこっとだけね、見えてます。はい、京都の天然記念物。今ちょっと青々としてますけれども、秋になりましたら、すごくね、黄色く色づいていきます。もちろんね、建物の素晴らしさは言うまでもありませんが、イチョウにもね、目を向けていただきたいかなと思います。もちろんその時は鉄筋コンクリートなんてございませんでしたので、一度燃えるともうそこら中に悪いことはできないね。ちょっと右手に緑の壁の建物見えてるかと思いますね。この
堀川高校でございます。またね、堀川通り、まだまだ見どころがたくさんございます。今度進行方向左手側見ていただきましたら、もうすぐね、今度商店街の入り口が見えてくるかと思います。お街を歌っております。そんな商店街でございます。三条会商店街。今みたいな梅雨時でもですね、買い物楽しんでいただける、そんな商店街です。もう見えてきますよ。左手、堀川三条会商店街。見えますかね。上の方、365日晴れの街歌っております。800メートルのアーケード街でございます。今度左手、二条城でございますね。お食事は八寸でございます。しらすあれ、だし巻き卵、多分牛がと。週 1.8 キロでございましてね、たくさんランナーの方も走ってらっしゃる、そんな場所です。気になるのがこのね、左手に見えます、やたら細長い駐車場。この駐車場、実はですね、戦後 GHQ のこの辺り、滑走路が敷かれておりまして、工場だったんですね。この細長い左手の駐車場に、かつて滑走路が敷かれていたと。ロードでね、歌われてたので、結構その時に認知度が広がったんじゃないかと思います。マルタケ恵比寿のこちら左手に見えますね、チャーミングチャーハン。とってもおすすめのお店でございます。チャーハンが美味しいお店。はい。焼き飯にチャーハンつけられます。はい。焼き飯にチャーハンつけると、メニューとって注文が入ります。チャーハン2つって同じのが2つ出てきます。前は通ります。ここの交差点、右折いたします。はい。というわけで、丸太町通り離れまして、今度バスは烏丸通り入ってまいりました。通りますよ。ご注目くださいね。見えました。六角堂でございます。ちょうどいい位置でバス止まりましたね。いいところで信号が変わりました。はい、これが33カ所巡り、西国33カ所巡り18番目の札所、六角堂でございます。平等に通過いたしました。そして京都はね、結構鉄道の街としてもちょっとトラックのね、配置があるそう役割を終えました路面電車がこのビルの中に入ってました。北坂ビルディングという建物でございます。はい、見えましたかね、地味なマクドの看板全然黄色い、ね、赤い背景じゃないという、そういうというわけでね、こちらでちょっとバス数分ほど停車をいたします。皆様お降りいただくことはできませんので、バスの中でおかけになってお待ちください。少し休憩を挟みましてからバス再出発となります。ここから清水まではね、ひたすらまっすぐの一本道でございます。しばらくまっすぐ進んでいきます。日本人形風のね、ちっちゃい義経と弁慶がとてもある。はい。ひらりと身軽な牛若丸。そしてね、それを迎え担当する弁慶でございます。橋、松原橋っていう名前で今通ってますが、旧五条通りは松原通りでございます。清水寺のある山、清水山というのがございますが、この山の裾野がここまで伸びてるわけですね。この大きいバスすらすれ違うことができるというのはすごいですよね。この狭い道、バスがすれ違います。今日かなり道空いておりますね。すごく混むときね、
かつては片道50分かけて登ったという逸話がございます。小入りのやつはあん入りのやつというような感じで。一応ね。お疲れ様です。お渡しさせていただきます。お土産はですね、京都宇治田原産のほうじ茶。最後デザート練り切りをお出しするんですけども、それと一緒にお茶もお出しします。南京湯葉、キムサヤ、ヤングコーン、花ほうじとなっております。どうぞお楽しみに。あ、そうらしいですね。進行方向左手側、鴨川の方へ見ていただきますと、対岸に、はい、床が出てますね。この夏の時期の鴨川の風物詩でございます。川床でございます。右に曲がりますと、ちょっと今日の一つの目玉、大鳥居くぐっていくところでございますね。ちょうど左手にドーンと正面見えてますね。平安神宮大鳥居。でもいきますよ。まあまあ楽しみにしてらっしゃる。左手にはですね、この7月から行われます日本の神話ではヤマタノオロチを倒したとして知られておりますスサノオノミコトですね。左手は三十三間堂、そして進行方右手が京都国立博物館ですね。はい、これが重要文化財に指定された建物でございます。この青いお花の形してますが、何かわかりますでしょうか。青いね、お花、花びら4つありますが、正解です。アジサイを申しております。冬の時期でございますのでね、この季節の城南和菓子、アジサイ、どうぞお召し上がりください。ございますけれども、7条と8条の間に京都駅があるんですね。一切鉄骨使ってないということで、建物というよりかは看板的な扱いをされておりまして、それでもって131メートルもの高さで許されているというわけですね。広大さ、海のない京都を照らす、そんな存在でありたいという願いが込められています。はい、壮大がモデルなんですね。ぜひね、お味見たてらお楽しみいただければと思います。回り込んでまいります。いよいよね。今ジャンプしたら手届きそうなありましたがね、傘をささずに車窓から京都を案内をさせていただきました。
本当に皆さんどうもありがとうございました。